dedicated game channel by Coconetta。 みんなお元気？さて今回のコテネタチャンネル始まりの話題はコメントいただいてスラック系のショットガンでこのサーファーのパイロットを登場させるといい感じですよって教えていただきました。そうか、ショットガンだよねってことでどのくらいの違いとなるのか確認です。0.5 秒は結構有効だよね。まあこれからのファフニールのパイロットどうするのかその1候補として考えてみようと思います。それじゃ次の話題はラゴンとブリッツのこの後のバトル装備についてどのくらいの基本ダメージなのかベンチマークテストやってみます。なかなかね火炎系はヒットさせるのに苦労するんでこの後のバトルについてもヒットさせると驚異的だけどね。4.7 秒かなりのもんだね。最初はバトル開始直後を想定でこんな感じだけどアンプ増加65ではどうだろうね。これマックスだと3秒は切るよね。2秒台やばくない？さあ次にトリッカーズを3スロット、テイマーを1つ装備させてドットダメージを中心とした攻撃にカスタマイズしてみました。モジュールはダメージよりも速度増加を期待してイミューを2つ、ニュークリアは1つだけ。これもさっきと同じくバトル開始直後とロボット4体をキル取った後のアンプ増加でのダメージです。やっぱりドットダメージで時間経過が必要だからね。キルまでのタイムはこんなもんなんだろうね。それではロボット4体のキルでどのくらい増幅するのか。カウント30だね。ああそうか。ほぼテーマーのダメージだけが増加してのタイムだったね。それではバトルクリップですがロキのバトルについては一番最後となってます。ほぼシングルフルバトルでバトル時間は10分と超ロングなのでもしよろしければってことで。それではこのロキのドットダメージどんなバトルとなるのか。それじゃこのブリッツのおすすめのポイントについて。これまでもブリッツにいろんな装備でカスタマイズしてみたけどスロットは4つとはいえそんなにこれは使いやすいって感じの武器はなかった感じがする。最近の装備ではスラッグ系がいいだろうと思いバトルやってみたけどそれなりの距離を縮めての攻撃がやっぱり必要でそうなると防御面でアビリティ発動中にキル取るってことが生き延びれる要素って感じでなかなかうまくいかなかったね。とつって見るだけならいいんだけど普通のバトルじゃさっぱりでした。やっぱりそれなりの敵との距離を保つ必要あるロボットじゃないかな。そうなると射程距離は600メートルあればかなり使いやすいと感じててマグネターなのかブライトってことになるけどマグネターだとロックダウンの嫌がらせを目的とするならこれはこれでいいけどちょっと威力が劣るって感じ。ブライトが一番使いやすいと思いはするけどね。それでも結構な時間をかけてダメージを与え続けなきゃいけないとこが防御力の貧弱さによりよほどうまく展開しなきゃどんどん耐久値削られるのかな。そんな印象でブリッツをうまく使いこなせなきゃどれもいまいちって感じでした。そして今回のコンビネーションでは基本ダメージも上げておかなきゃアンプ増加に乏しいトリックスターのサポートとしてテイマーを1つ装備させました。これってイージスシールドを破壊するにも役立つしね。トリックスターだとシールド破壊にすっごく時間かかるんです。
なのでってこともあります。まあ、テイマーで今の役割を果たしてもらい、主役はトリックスターの3スロットによる強烈なドットダメージとなります。って説明してると、ダゴンのバトルが始まっちまいましたが、もう少し。それでトリックスターとブリッツの相性のポイントですが、バトルの通りフルリロードを打ち切っては逃げるというか敵との距離を取る。この繰り返しだと時間かけて打ち込む必要がないから、攻撃しつつ離れていってもドットダメージが後からついてくるので、与えるダメージは結構高いレベルってなる。ここがほんと使いやすくて、距離を離せるから生存率も高くなりました。ブリッツミニは超おすすめです。それじゃこのダゴンと火炎系の装備について、最初の確認でエンリルキルまでは3秒ちょっとだったよね。これってアンプマックスじゃなくて88までのカウントだったので、もう少しだけ威力高くなるはずで、もうヒットするといくら防御率あってもそれなりのダメージを受けるってとこが最大の魅力って思います。こうやってダメージを連続的に受けなきゃおちょこちだって、アビリティクールタイムにうまくはまるとかなりのもんでしょ。今の段階での増加カウントは40オーバーって感じだから、まだまだ威力は上がり続けるよね。動き早いとヒットしづらいってとこがウィークポイントだったけど、むしろおちょこちだと攻撃受けてる時ってスピードの緩やかなんで、むしろヒットしやすいかなって感じもするね。それではしばらくこの火炎系ダゴンのバトル、アンプマックスとなって以降のダメージ含めご確認いただければ、後ほど再登場です。では、最後のフルバトルのクリップは、ロキにトリックスターを装備させて、さっきのブリッツと同じ感覚でバトルやってみました。もちろん防御率なんて存在しないから、基本ビーコンをゲットし続けるってことが役割としてバトル参戦してます。まあ、かなりの長時間なんで、飽きないように隙間のナレーションもあったりします。それではしばらく。やっぱりね、ロキに装備する武器って当然だろうけど600メートル射程の方が断然使いやすいね。これまでは瞬間的にダメージ与えて逃げる
そんなコンセプトで音響系なんかを装備してたけど、それなりにうまく立ち回れるプレイヤーじゃなきゃこれは無理だったね。それじゃなきゃずっとビーコンを追い続けるってことになってたから、このドット系のトリックスターはいい感じだね。威力高すぎるってこともあるけど、フルリロードを打ち切っては戻るってことが可能になったね。この前のブリッツもそうだったけど、常にガンガン打ち込んでいくスタイルじゃなくても、短時間のショットでかなりのダメージを与えるから、装備できるロボット、復帰できるロボットが増えたって感じする。まあ、これはこれで評価できるかな。おや、これ、今、クライシスへの攻撃の前にキルだったよね。そうなんです。もちろん敵にもよるけど、1回の攻撃ドットがかなり効くんだよね。これなら、ビーコンを攻撃的に取りに行けるし、そうでなくても、打ち込んでおいてタイミングを見て、後からビーコンを取るってことも可能だよね。そしてうまくいかなくたってアシスト評価されるだろうから、ポイントも稼げるよね。本当にこれはいい感じと思います。さらに想像を膨らませると、スキロスなんかにこのドット系の軽武器と中武器を装備させて、重武器もドット系。これってかなり強烈じゃない？今度試してみようっと。他にもこれを装備させて復帰できるロボットってまだまだあるよね。それから始まりの前にこのロキのコンビネーションを確認いただいてるけど、モジュールはニトロ3つのフル装備でニュークリアは積んでないよね。なのでダメージ増加はドローンのケストレルのみ。それでもかなりの威力出せるよね。そしてスピードについてもかなりの増加になってて、ここまで移動できるとなるとロキの本領発揮って感じです。これは時々ロキを編成に組み込んでもいいと思うね。かなり気に入ったコンビネーションでした。それじゃまだまだロキの快進撃は続きますが、
ナレーションはここまでとさせていただきます。今後のコテネタクリップの構成としては、しばらくこんなフルバトルなんかも特徴的なものであれば、ナレーションは入らなくても、一番最後におまけって感じでご視聴いただけるようにします。まあ、最後までご視聴いただけなくってもね。ご視聴いただきありがとうございました。おやすみなさい。バイバイ。